こんにちは、こんばんは、おはようございます。古今開発の朝比奈幸太郎です。本日も張り切って音の20世紀やっていきましょう。本日はですね、いよいよこいつの話になってきます。テープレコーダーの話になります。第二次世界大戦の時代にですね、ドイツのという国で数々の発明品が誕生したというふうにご案内してきました。聞いた話によりますとですね、ICBM でしたっけね、大陸間弾道ミサイルっていうのがありますが、あれ自体も実は第二次大戦時のドイツが開発したものであって、その技術が今も使われているという話をどっかで聞いたことがあります。戦争というのはですね、常々技術の革新を生んできました皮肉なことになんですけども、今回もですね、ウクライナ戦争、ロシアとウクライナ戦争を含めて、各国でいろんな揉め事が起こっておりますが、今回技術革新として、人類が手にしているのは航空宇宙の分野ですよね。ドローンが登場し、人間が、実際に登場せずに操縦し、それは操縦できるのは何かっていうと GPS の力、というわけなんですね。クオン開発の空と音っていうのは、空部門は GPS の技術を取り扱っておりまして、音の部門は今このようにご紹介しているクオンという、ですね、プラットフォーム、音の統合プラットフォームということで紹介していますので、無料登録できますので、ぜひね、クオンの方遊びに来てください。音の編集すべてクオンで完結します。しかもインストールなしです。ブラウザだけで全部完結しますので、あっと驚くような機能がたくさんついております。で、ICBM からなんでこの話に飛んだのかっていう話なんですが、今日はですね、テープレコーダーの話、ドイツの、当時、1930年代後半から40年にかけてですね、ラジオの放送っていうのが、世界で、頻繁に行われていました。主なコンテンツですよね。今で言うと YouTube のような存在になってくるかと思いますが、当時はですね、ドイツがこのマグネトフォンって言うんですけども、マグネトフォンを開発するまではですね、円盤に、溝を刻んで、それを再生するというような方式が取られていました。皆さんパッと思い浮かぶと思いますが、レコードの原型になるようなものですよね。で、それが放送で当時使われていたんですけども、やはりノイズがすごいわけですよね。ノイズがすごいことに加えて、限りがありますから、途中で番を入れ替えないといけない。番を入れ替えるときに、放送が途切れたり、しますよね。つまり、当時、生放送と録音っていうのは、大きな垣根があったんですね。もう聞いた人が一発でこれは録音っていうのがわかる。これは生放送っていうのがわかる。これが当時の主流だったんですね。今の現代人で考えてみると、生放送か、録画、収録かっていうのはほとんど気にならなくなりましたよね。私が子供の頃、30年、40年近く前の時代ですと、生放送というものに対して一定の優位性がテレビ業界の中にはあったと思います。今日生放送なんだこれ。でも今はね、もう収録が当たり前で、YouTube でも、生配信っていうのはもちろんありますが、収録っていうのが原則になってますよね。で、これ収録が原則になるメリットとしては、出演者が今どこにいるのかわからない、ということですよね。ドイツでも、結局のところ、これは、都市伝説に過ぎないんですけども、ヒトラーの放送が流れます。ナチス党員の主要な幹部の放送が流れます。この人たちっていうのは基本的には暗殺対象者ですよね。戦争中ですから。で、この人たちの居場所がわからなくするために、わからなくする方向に持っていかなきゃいけないので、録音技術を高めた。とも言われているんですけども、実際の技術的な話をこれからしていくと、このテープレコーダー自体はですね、1890年代に誕生したものになりまして、アメリカ人が書いた論文がベースになっています。で、そこからもちろんアメリカでもこのテープレコーダーの原型となるものは開発されていきますが、ドイツがですね、その画期的なテープレコーダー、マグネトフォンというものを開発したきっかけっていうのが、とある事故だったんですね。
その事故って言いましても、その増幅器、前回真空管マイクの回でお話ししたと思いますが、電気信号をですね、増幅させなければいけない。で、この増幅器が、誤発信をしてですね、高周波バイアスというものが出てしまったんですね。で、この高周波バイアスっていうのは、一見、高周波バイアスが出てしまったって言われると、ノイズがかかってんのかなというふうに皆さん思いますよね。ところがですね、このマグネットフォンができる前のテープレコーダーの原型っていうのはノイズだらけだったんですが、この高周波バイアスっていうのが入ってしまったことによって、なんと、ノイズが打ち消されてですね、綺麗な録音が誕生してしまったということなんですね。これはもう人類の本当に偶然なのか、神様からのギフトなのか、宇宙人からのギフトなのか、わかりませんが、偶然高周波バイアスを発見し、今のテープレコーダーの原型になるものが、当時ドイツで開発されたと。その高周波バイアスを見つけたのがウェーバーという人物らしいです。現代でも、今これルボックスの B77 です。で、こちらはテープレコーダーに関してはですね、スチューダーの回でもっと詳しく、めちゃくちゃディープに、しかも最終的にはこれの改造方法まで、このチャンネルでご紹介していきますので、オーディオマニアの方、音楽が好きな方は必ず、チャンネル登録して朝比奈幸太郎を追ってください。ということで、現代でもですね、高周波バイアスっていうのは必ず発信するようになっています。バイアス発信機というパーツがついていて、録音の際は一緒にそのバイアス発信機から高周波バイアスが入ってですね、一緒に記録する。一緒に記録しないともうノイズだらけで聞けたもんじゃないという話なんですね。もちろん他のシステム、例えば金田式アナログバランス電流伝送 DC 録音を実施する際にもですね、金田式の録音アンプにはバイアス発信機が入っていまして、こちらテープと一緒にそれが入るようになっているということなんですね。それが誕生したのが1940年なんです。この1940年頃からドイツの放送がガラリと変わりまして、戦時中ですよね、イギリス人のとあるオーディオマニアがドイツの放送を聞いてたそうなんですね、ラジオの。で、深夜、1時とか2時とかなんでしょうか、深夜の放送だったそうなんですけども、深夜聞いてると、こんな時間にオーケストラが集まっとるぞと。つまりですね、その、イギリスのこのオーディオマニアからすればですね、円盤で、ノイズだらけの収録だったらわかるわけですよね、聞いたら。しかも、楽章と楽章の間でブツっていう、つなぎ目の盤が切り替わる音が入るので、大体わかるわけなんです。ところが、それがないぞと。テープなので、何メートルでも技術的には、理論上可能ですよね。負けるわけなんです。オーケストラ一本、ノイズ全くなく、盤の切り替わりもなく、入っとるぞと。どないなっとるんやと。深夜に、じゃあオーケストラの団員が集まって放送しとるんじゃないかというような、逸話が残されているほど、美しくノイズのない音が放送されていたそうなんですね。その時代からもはやドイツの放送っていうのは生放送と録音の違いが全くと言っていいほどわからなくなったそうです。なので、放送している人物が今どこにいるのか、放送局にいるかどうかもわからない。そんな時代がですね、始まったんですね。今から考えれば別にじゃあ YouTube に出てる人が今そこにいるとはもう誰も思わないわけです。今、例えば私が自宅にいるというのは皆さんがこれ見る頃には編集を終えてですね、で、何日か前に撮ってるわけですよね。自宅にいるとは誰も思わないわけなんですけども、当時は思っていたんです。放送されたらそこに放送局にその人がいるんだと。そういうリアルタイム性があったわけなんですね。こういう発明があったからこそ、ドイツっていうのは、オーディオ大国になりましたし、オーディオの第一線、今でもドイツ製のオーディオマイクとかっていうのは、第一線を走っているわけなんです。で、敗戦しますよね。ドイツが第二大戦で負けました。負けた後に、連合国側、アメリカとかロシアですね、がドイツの発明品を取っていくわけなんですけども、
で、その時に初めてアメリカの技術者がですね、ドイツの開発したそのマグネトフォンっていうのを手にするんですね。バイアス発信機ついてるじゃないかと。しかもテープのですね、バズフというメーカーがあるんですけども、テープの作り方も参加させたりしてて、当時のアメリカの技術とは全然違う先に行ってるんだということに驚いたそうなんですね。それをアメリカに持ち帰って、その後アメリカで花開いていくわけなんです。商業的な分野で活用されていくわけなんですね。で、同時にドイツから持っていった技術っていうのがレンズです。で、レンズの方はですね、主にロシアの方が持っていきまして、その後ロシアはですね、ジュピターとかですね、そのライカのレンジファインダー機を完全にコピーしたライカのコピー品っていうのをたくさん作るんですね。で、マイクロフォンに関しても、ロシアは、ソ連ですね。ソ連はかなりの技術をドイツから持っていっています。そこは山分けというような、ちょっと嫌な言い方にはなってきますが、で、そこからソ連とアメリカで技術の競争が始まるという流れになっているんですね。今日お伝えしたいことっていうのが、このマグネトフォン、今のテープレコーダーの原型っていうのが、1940年に誕生しましたよ。ウェーバーっていう技術者がたまたま自己的に高周波バイアスっていうのを見つけて、それを一緒に録音することでノイズが消えましたよと。この打ち消しっていう概念っていうのはやっぱりこのアナログの世界ではたびたび登場することになると思いますので、こういう発想力を持っているっていうのはアナログを語る上で、そしてアナログを使っていく中で大事なことになってくるんじゃないかなというふうに感じます。で、このテープですね。このテープはこれから私は個人的な意見ですけども、これからもっと伸びていくと思います。なくならないと思います。全然なくならないと思います。で、こちら今あるのがタスカムの112っていう、カセットテープなんですけども、これが 4.7 センチのテープですね。でこれ今38センチのテープですが、当時ちなみにドイツのですね、マグネットフォンは76センチというですね、もっと、大きくて速いスピードのテープを使っていたそうです。今でも76センチかな ?76 センチあると思うんですけども、これから絶対テープ流行ると思うんで、テープの使い方もこれからもっとどんどんレクチャーしていこうと思います。このカセットテープと言いますとですね、先日役所広司さんが出ているパーフェクトデイという映画がありました。それ見ました。めちゃくちゃ感動しました。もうね、私のマイベスト映画、ベスト5に入るほど素晴らしい映画で、映画監督の方が外国人の方なんですけども、その方は小津安二郎さんのファンだそうですね。小津節が結構画面の中でしっかりと表現されていましたし、もう独特のカラーグレーディングも最高でしたし、何せ世界観っていうのは何者にも言い難い、言語化するのが難しい。ゆえにもう最高の芸術なんじゃないかなというふうに思います。見てね、絶対に損はしないと思います。よくわかんない、なんか退屈だなっていう、感じる方もおられるかもしれませんが、その退屈だなっていうことも含めて、退屈だな、もう本当にヘドが出るぐらい退屈だなっていうのも一つの芸術体験だと私は思うので、それも含めて、ぜひね、一度見てみてはいかがでしょうか。本日はですね、マグネトフォンの紹介でした。たまたま自己的に神様の贈り物としてできたテープレコーダー、本当にすごい音が鳴ります。またですね、視聴会なども、企画していきたいと思っておりますので、ぜひ、この音の20世紀チャンネル登録といいねボタンで応援よろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。